最初に耳たぶをつまみます。下に軽く引っ張るイメージですね。こう肩に力入れずに軽く引っ張るイメージ。呼吸は止めないようにやっていきましょう。 OK。 次はグッと噛んで、この動く噛み合わせの部分を指2本ぐらいでこうやってマッサージしていきます。痛気持ちいいぐらいでやっていきましょう。物足りない方はこうやって親指でやったりとか指3本でやっても良いと思います。呼吸は止めないこと、こう肩にね力入れすぎないようにして、こう円を描くようにマッサージしていきましょう。こう睡眠不足とか睡眠の質が悪くて朝すっきり起きれない方は自律神経が乱れている可能性がすごく高いです。僕が具体的な事例を用いて解説しながらやっていきます。次は首の前にこう親指を当ててぐーっと上持ち上げます。首の前面、ここを伸ばしてます。こう自律神経乱れている方の分かりやすい例として、カフェインとかアルコール、あとはジャンクフードをすごい食べたくなったりとか、あとは夜中にすごい食欲出て夜中に食べたくなったりとかしますね。そういう方は自律神経が乱れている可能性すごい高いです。あとお肌の調子も悪くなったりしますね、自律神経乱れると。 OK。 次はこのこめかみのあたりマッサージしていきましょう。僕指3本でやってます。いまいち場所が分かんない方はぐーっと噛んだ時に力が入るこの辺ですね。円を描くようにマッサージしていきましょう。で、さっきお伝えしたように結局自律神経乱れてると飲みすぎ食べすぎちゃうんですよね。だから結論痩せづらいというか太る。なので僕は自律神経が整ったら、食欲も収まってなおかつ睡眠時間が増えるので、食べることに使える時間も減ります。だから結局痩せると思ってます。肩はね力入れすぎないようにしましょう。痛気持ちいいぐらいでやりましょう。 OK。 次は首のこの辺を親指で押していきます。この頭蓋骨、ここの骨に指をグッと引っ掛けるイメージです。痛気持ちいいぐらいで押していきましょう。余裕があればこうやって頭上げ下げしながら揉んであげるとより良いかなと思います。これ結局自律神経を整えるためになぜ顔とか首のマッサージストレッチしてるかっていうと、結局自律神経って始まりがこの辺、首のこの辺なんですね。だからまずは自律神経の始まり、この辺をほぐすことによって自律神経の乱れがねどんどん整っていきます。呼吸は止めないようにして、あんまり肩にねこう力入れすぎないようにしましょう。よし OK です。次はこのエラの部分、ここに顎のこのエラの部分、こう親指を添えてこうやって横にマッサージしていきます。エラをなぞるようなイメージですね。親指で痛気持ちいいぐらいで行いましょう。こうすごいグーって強く噛んじゃう癖がある人とかはここすごい凝ってて結構これだけでもね痛いと思います。頭痛や肩こりにもつながります。呼吸を止めないようにして肩あまり力入れすぎないようにしましょう。よし OK。 次は耳の横、こう人差し指と親指でつまんでぐるぐる回していきます。これも痛気持ちいいぐらいで回しましょう。あまりね強くやると痛めたりするので優しく回すイメージです。こう最初に質問した1番、こう寝つきが良くて
ベッドに入って5分くらいで寝ちゃうって方が、こう、単純に睡眠不足だったりもするんですけど、やっぱ睡眠の質が悪いことで、夜中に起きちゃったりすることが問題だったりもするので、こういうストレッチとかマッサージで、実際にね、寝つきが悪くなるというか、ベッドに入って5分くらいで寝ちゃうってことはなくなったっていうお客様も結構いらっしゃいます。だからね、寝つきが良ければいいってわけじゃないですね。それは単純に睡眠不足じゃないって話もあります。OK、次は、顎の下、マッサージしていきます。ちょうどこの顎の骨が終わって、ちょっとこうやってくぼみがあるところですね。こうやって押していきましょう。片方の手で押してもいいし、両手で押してもいいし、痛気持ちいいぐらいで押していきましょう。で、最初に質問した2番ですね。すごい寝つきが悪いって方、僕前回寝る直前にやるストレッチとか出してるんですけど、もうそれのコメント欄にの実際にストレッチやっただけですごい寝つきが良かったっていう方がね、何人もいらっしゃいます。なのでこのマッサージ動画終わった後に、その寝る直前にやるね、専用のストレッチをやると最高だと思います。一応概要欄に貼っておきますので、あんまりこう肩力入れすぎないようにしましょう。 OK、 最後はこの眉間の部分ですね。眉毛の始まりあたりをこうやって人差し指とかでこうやってマッサージしていきましょう。ちょっと僕メガネがあるんで邪魔なんですけど、メガネしてない方ね、こういう風にやればいいと思います。こんな感じです。で、なんかもうちょっと細かいね、こう睡眠とダイエットの関係とかをコメント欄に書いておくので、興味ある方はぜひ読んでいただければね、このマッサージ動画をやる意味をご理解いただけるかなと思います。で、前回のストレッチ動画でもお伝えしたんですけど、こう減量中のね、格闘家とかプロボクサーは実際に睡眠長くとります。そのダイエットにいいっていうのもあるんですけど、単純に寝てる間は食欲を忘れられるからっていうのがすごい強いらしいですね。よし、OK です。お疲れ様でした。上向きに寝てスマホ見ながらやっていきます。右足をしっかりお腹に近づける。左足も前ももをお腹に近づけることで腹筋をしっかり使っていきます。急ぐ必要はないです。ゆっくりでいいのでしっかり上げ切ってお腹を使いましょう。この動画は全て寝ながらで33種目できます。次の種目はこんな感じで左上に出ます。最後に一緒に頑張りましょう。OK、そのまま自転車漕ぎです。こんな感じで空中で自転車漕ぐイメージで大きく足を動かす。ちょっとね、お尻を持ち上げておくと腹筋により効いてきます。余裕がある人はね、スピードアップしていきましょう。次の種目は左上、ネクストで出ます。頑張って、自転車漕ぎ。OK。次は、膝同士つけたまま、ぐっと持ち上げます。お尻をちょっと浮かせるイメージです。膝と膝つけておきましょう。お腹、下っ腹使ってる感覚あれば、OK です。余裕があれば、しっかり高く上げる。呼吸は止めないように意識を続けましょう。ラスト1回。ぐっと上げる。よし、OK。じゃあ次は膝曲げたまま、しっかり外まで膝を開く。ゆっくり閉じ切る。これを繰り返していきましょう。開くときにちょっとお尻を使う。閉じるときは内ももを使う。開くとき、お尻にぐっと力入れる。閉じるときに内ももを使う。しっかり大きく動かす。慌てる必要はないです。腰が反っちゃう方、ちょっとだけ腹筋に力入れておきましょう。ゆっくりです。限界まで開いて、しっかり閉じ切ることが大切です。開くときにね、お尻を使う感覚難しいかもしれませんが、意識してるとね、力入ってるなって感じが分かってきます。OK です。次、右股関節、大きく外回ししていきましょう。こんな感じです。左膝曲げておくと腰への負担が減ります。これ普段動かさない範囲まで動かすことが目的なので、ゆっくりでいいので大きく回していきましょう。呼吸は止めないようにしましょう。しっかり股関節、付け根から回すイメージ。しっかり高く上げることで腹筋もね、効いてきます。高く上げる。頑張って。ラスト1回回しましょう。ぐっと。よし、OK。じゃあ次は左股関節を大きく外回ししていきましょう。高くまで上げることで腹筋にも効いてきます。
付け根から大きく普段動かさない範囲で外回ししていくイメージです。こうポキポキ音が鳴るよって方は、痛みがなければ気にせず回しちゃって大丈夫です。痛みがある方はゆっくり小さく回してみましょう。で、ポキポキ鳴ったり痛みが鳴る方向けの動画も概要欄のズボラストレッチの教科書で解説してますので、気になる方はぜひ見てみてください。呼吸はね、止めないようにして、次は右向きの横向きに変わりますよ。よし、じゃあ皆さん寝返り打って右向きです。右足を下にして横向きになりましょう。右足前に出しておいて、左手は後頭部に当てます。で、左肘と左膝つけます。膝と肘タッチ。しっかりタッチ。で、このタッチの時に脇腹を使います。しっかりタッチ。右足をね、こうやって前に出しておくと、バランスが取りやすいです。しっかりタッチ。呼吸を止めないようにして、脇腹しっかり使って腰肉撃退していきましょう。あと2回。ラスト1回。しっかりグッとタッチ。OK。次は左手後頭部で組んだまま、前に倒す。胸を開く。繰り返していきます。前に倒すときは肘を床にタッチするイメージ。開くときは胸をぐーっと開く。繰り返していきましょう。できるだけ大きく動かすっていうのがポイントです。この時下半身はね、楽な位置で大丈夫です。できるだけ大きく開いて、前にぐっと丸々開く。呼吸は止めないように意識を続けましょう。しっかり丸めて OK。